いらっしゃいなのだ。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今日はアフリカ大陸の西にある国、ベナンについて見ていくのだ。実はね、ベナンってちょっと不思議な豆知識があるのだ。みんなが映画とかで知ってるかもしれない。ブードゥー教。実はベナンがその発祥の地って言われているのだ。なんだかドキドキするのだ。今日はそんなベナンにまつわるニュースも含めて、全部で5つのニュースをお届けするのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュース。セネガル、4法案の議会審議。なのだ。セネガルでね、今、国の政治をガラッと変えちゃうかもしれない。とっても大事な法律が話し合われているのだ。特に、公の仕事をする人が自分の財産を公開するルールで、ある人だけ例外があるってことで、ちょっと揉めているのだ。国の未来を左右する、見逃せないニュースなのだぞ。今日のニュースも面白そうだなって思ったら、高評価とチャンネル登録、よろしくなのだ。さあ、みんなで世界のニュースを一緒に見ていくのだ。皆さん、今回は西アフリカの魅力的な国、ベナンを紹介するのだ。ベナンは、西アフリカのギニア湾に面していて、トーゴとナイジェリアの間に位置する小さな国なのだ。首都はポルトノボだけど、経済の中心は最大の都市コトヌーで、活気に満ちているのだよ。この国は、かつて強力なダホメ王国が栄え、奴隷貿易の歴史も持っているのだ。その後、フランスの植民地を経て、1960年に独立したのだね。今は複数政党制の民主主義国家で、アフリカの中でも民主化が進んだ国として知られているのだ。人口はおよそ1300万人くらいで、多様な民族が暮らしているのだ。主要な産業は農業で、綿花やカシューナッツなどがたくさん取れるのだよ。そして、ベナンといえば、やはり、ブードゥー教の発祥地として世界的に有名で、その文化や儀式は今も人々の生活に深く根付いているのだ。色鮮やかなアートや音楽も魅力的なのだよ。最近では、海外に流出した文化財の返還が進んだり、観光業の発展にも力を入れているのだ。豊かな歴史と文化、そして力強く未来へ進むベナンに、ぜひ注目してみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。エチオピアでアウストラロピテクスの新種を発見という記事なのだ。エチオピアでとっても古いアウストラロピテクスの歯の化石が見つかったのだ。約280万年前の歯が13本も出てきて、そのうち10本はアウストラロピテクス属、3本は初期のホモ属の可能性があるのだ。この歯はルーシーで有名なアウストラロピテクス、アファレンシスとか他の知られている種とは違うみたいで、もしかしたらこれまでに知られていない新しいアウストラロピテクスかもしれないのだ。しかも初期のホモ属と共存していた可能性があるから、人類の進化に対する考え方が変わっちゃうかもしれない。とっても大きな発見なのだ。これまで人類の進化は一本道みたいに考えられてきたけど、この発見はいろんな種類の人族が同じ時代に生きていたっていう、ブッシュのような多様な進化だったことを示しているのだ。実際にアファール地域ではアウストラロピテクス、初期のホモ属、パラントロプスが同時にいたことが分かっているのだ。今は歯のエナメル質を分析して、彼らが何を食べて、どんな暮らしをしていたのかをもっと詳しく調べている最中なのだ。でも、一部の専門家さんは、まだ新しい種と決めつけるのは早いのだ。もっと化石を調べて比較する必要があるのだ。で慎重な意見も出しているのだ。この化石の年代は約260万年から280万年前って分かっているのだ。この時期は私たちホモ族の最初の痕跡が見つかる人類の歴史にとってとっても大切な時代なんだって。今回の発見で人類の起源に関する議論がまた盛り上がっているのだ。とってもワクワクするニュースなのだ。二つ目のニュースなのだ。セネガル第二四半期実施報告書が実態を明らかにするという記事なのだ。セネガルの経済は今ちょっと特別な時期を迎えているみたいなのだ。2025年の第一四半期には
石油やガスのおかげでなんと 12.1% も成長したのだ。すごいことなのだ。だけど第2四半期の報告書を見ると、この好調な裏には予算の問題が隠れていることが分かったのだ。収入はすごく増えているのに、投資に回せるお金が少ないみたいなのだ。6月30日までに集まった国の収入は2兆2263億 FCFA に達したのだ。これは年間目標の半分近くにもなるのだ。会社や個人の所得税が石油やガスの生産活動でぐんと増えたのが主な理由なのだ。でも困ったことに外国からの寄付はほとんどないのだ。年間で2400億以上を期待していたのに200億にも満たないのだ。まるでお給料は上がったのに家族からの仕送りが来なくなった家庭みたいに、国も自分のお金に頼るしかない状況なのだ。予算全体の支出は2兆8146億 FCFA に上るのだ。そのほとんどがお給料や社会保障、エネルギーへの補助金といった日々の運営費に使われているのだ。特にお給料は7240億を超えてなかなか減らせない大きな負担になっているのだ。エネルギーへの補助金も3700億近くあって国の財政を圧迫しているのだ。その一方で投資に回すお金はなかなか増えないのだ。年間計画のたった 30% しか使われていないのだ。お金はあるのにプロジェクトが進まないのはちょっと残念なのだ。再生赤字は5883億 FCFA なのだ。これは年間目標の約3分の1なのだ。この赤字は銀行や金融市場から1兆6770億もの資金を調達してなんとか賄っているのだ。つまり国は必要な資金を調達できているけれど、それは自分たちの国内銀行からお金を借りてやりくりしているようなものなのだ。これでは長期的に見ると借金がどんどん増えて国の財政が不安定になるかもしれないのだ。公共機関も予算の3割しか使っていないのに8200億以上の借金を抱えているなんて大変なのだ。でも国の年金基金は加入者が増えたおかげで132億の黒字を出したのだ。これは良いニュースなのだ。今回の報告書で分かったのはセネガルには2つの顔があるということなのだ。一つは石油やガスのおかげで税金をたくさん集められる強い経済の基盤があることなのだ。もう一つは固定費が高くてインフラ整備のような大切な投資がなかなか進まないという現実なのだ。国内の金融市場に頼りすぎると、もし市場が不安定になった時に国が動ける範囲が狭くなっちゃう可能性があるのだ。だから気をつけないといけないのだ。3つ目のニュースなのだ。セネガル4法案の議会審議という記事なのだ。セネガルでは今議会でとっても大事な話し合いが進んでいるのだ。これは国の政治のやり方を大きく変えるかもしれない4つの新しい法律についての臨時会議なのだ。まず1つ目は国家腐敗対策局を作る話なのだ。これはこれまでの腐敗対策機関よりももっと大きな力を持って悪いことをちゃんと見つけ出して止めるための組織になるのだ。まるで国の財産を守る番人さんみたいなものなのだ。2つ目は内部告発者の保護についてなのだ。仕事が危なくなるかもしれないのに不正を明らかにしてくれる勇気ある人を守るための法律なのだ。これまで密告は良くないこととされがちだったけれど、これからはみんなで国を良くしていくためにそういう勇気を応援するのだ。そして一番みんなの注目を集めているのが財産申告の法案なのだ。これは公の仕事をする人が自分の持っている財産をちゃんと公開する義務があるという内容なのだ。透明性を高めるための大切なルールなのだ。でもここが難しいのだ。なぜかというと、この法案だと大統領は任期が終わった時に財産を申告しなくてもいいってことになっているからなのだ。これには野党の人たちが最高に偉い人こそ隠し事をしてはいけないのだで強く反対しているのだ。みんなが公平に情報を公開するべきだという意見が出ているのだ。
最後の4つ目は、公共情報へのアクセスを広げることなのだ。これは、政府が持っている情報を誰でもわかりやすく見たり、使ったりできるようにする仕組みなのだ。ただ書類を出すだけじゃなくて、みんなが、あの政策、今どうなっているのかなって簡単にチェックできるような道具を渡す感じなのだ。国の動きをみんなで監視してもっと良い国にするための懐中電灯みたいなものなのだ。セネガル政府は今回の改革を通じて隠し事をなくして政治家や役人さんの責任をしっかり果たしてもらうことを目指しているのだ。でも本当にそれがうまくいくかは法律がちゃんと守られるかどうかにかかっているのだ。例外なくみんながルールを守るのが大事なのだ。この臨時会議はセネガルの民主主義が国民と政府の間の信頼を深める大事な一歩になるのか、それともただの約束で終わってしまうのか、試される大きな機会なのだ。透明性が求められる今の時代、一つ一つの投票がセネガルにとっての大きなテストになるのだ。4つ目のニュースなのだ。アルジェリア、ステランティス、オペルとアルファロメオで車種を拡充という記事なのだ。みんな知ってるかなのだ。ステランティスという大きな自動車グループが今ちょっと大変な状況にいるのだ。売り上げがなんと 17% も減って車を届ける数も 12% 減っちゃったみたいなのだ。これは車の種類が足りなくなったり在庫を減らすために無理したりしたのが原因らしいのだ。しかも BYD とかシャオミみたいなアジアの会社がどんどん世界中で強くなってるから、ステランティスはプレッシャーを感じてるみたいなのだ。でもステランティスは負けないのだ。この状況を変えるために新しい作戦を始めたのだ。それはね、ヨーロッパだけじゃなくてもっといろいろな国で車を売ることなのだ。新しい工場を作ったり生産のやり方を見直したりしてもっと元気な市場で頑張ろうとしてるのだ。特にアジアの会社がまだあんまり強くない地域に目を向けてるのだ。その作戦の主役の一つがアルジェリアという国なのだ。オランの近くにあるタフラウイ工場がとっても大切な場所になるのだ。前はフィアットの車だけを作ってたんだけど、これからはオペルとアルファロメオの車も作り始めるのだ。こうすることで求めやすい車からかっこいい高級車までいろいろな種類の車をアルジェリアで作れるようになるのだ。オペルは真ん中くらいのクラスの車を、アルファロメオは昔はなかった高級車の部分を埋めてくれるみたいなのだ。いろいろなブランドの車を一つの工場で作ると、もっと効率よく、もっとたくさんの車を売れるようになるのだ。そしてこのアルジェリアでの挑戦はステランティスの大きな夢の第一歩なのだ。アルジェリアを拠点にしてまずはアフリカの北の地域、それからアフリカ大陸全体にもっとたくさんの車を届けたいと考えてるのだ。アジアのライバルたちに負けないようにアルジェリアの便利な場所を利用してコストを抑えながらアフリカ中で頑張る作戦なのだ。ヨーロッパの市場がもう飽和してるからアフリカでの成功はステランティスにとってすごく大事なのだ。5つ目のニュースなのだ。イーロン・マスクのニューラリンク、技術的医療と医療への期待という記事なのだ。イーロン・マスクさんの会社ニューラリンクが脳と機械をつなぐ技術ですごく大きな進歩を遂げたのだ。これは体が不自由な人たちに希望を与える画期的なものなのだ。脳とデジタル機器を直接つなぐことで脊髄損傷や神経変性疾患で失われた機能を回復させられるかもしれないのだ。最初の人間での実験では ALS を患うニック・レイさんが考えるだけでコンピューターを操作することに成功したのだ。これは再生医療の歴史を変えるような出来事なのだ。この技術は何十年も研究されてきた神経科学と人工知能の成果なのだ。目標は運動能力が失われた人々にデジタルの自立性を取り戻してもらい、
心の思いを具体的な行動に変えることなのだ。少し前までは SF の世界の話だったのだ。若くして獅子麻痺になったオードリー・クルーズさんもこの技術の恩恵を受けた一人なのだ。20年間文字が書けなかったのに N1 テレパシーというインプラントのおかげで画面に自分の名前を書けるようになったのだ。この一見些細な行動が実はすごく大きな前進なのだ。思考と行動の境界が乗り越えられることを証明し、人間と機械の新しい対話の時代を開いたのだ。彼女の運動皮質にはマイアミ大学で128個のマイクロ電極が埋め込まれたのだ。これによって脳の信号を読み取り、コンピューターの命令に変換できるのだ。この手術は難しくて画期的なものだけど、脳が物理的な仲介なしに直接外の世界と会話できる新しいコミュニケーションの基礎を築いたのだ。臨床試験を重ねるごとにニューラリンクのデータは増えて、アルゴリズムもどんどん賢くなり、インターフェースの性能も上がっているのだ。神経損傷を完全に治すのはまだ先の話だけど、今の進歩を見るとすごく有望な応用がたくさん期待できるのだ。例えば高性能な義手を動かしたり、コミュニケーションを取り戻したり、デジタル環境とやり取りしたりできるようになるのだ。何千人もの患者さんにとってこれらの技術革新は部分的な自立性を取り戻し、生活の質を大きく変えることになるかもしれないのだ。これは不可能の限界を少しずつ書き換えていく、まさに革命なのだ。今回はベナンの魅力から遠い人類の歴史、アフリカの経済や政治の現状、そして未来を開く最先端技術まで本当に盛りだくさんの内容だったのだ。世界には知れば知るほどワクワクする不思議や力強い動きがいっぱいなのだ。これからも一緒にいろんな世界の今に注目していくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。